これから出国です。잠시 후 오른쪽 도로입니다. (1km) 제2여객터미널 제1부チェックインして今から部屋に向かいます。多分11時40分ぐらいかな。無事ホテルに着きました。お部屋が楽しみです。めっちゃ暗い。26、27、28、ここですね。こちらがバスルームですね。めちゃくちゃ白い。めちゃくちゃ綺麗。こんな感じのお部屋です。あ、ここにデスクある。あ、充電器もあった。買っちゃった。はい。まあよしとしましょう。して、すごいお菓子が置いてあります。金美茶さん、清掃の方のお名前なのかな。あ、ルームアテンダント。すごい。で、なんかここはマウンテンビューっていうところにして、ちょっと音量を下げたいのですが、リモコンはどちらに。開き物を開けたらリモコンが出てきました。テレビもベッドの真正面に大きなものがあります。そしてマウンテンビューっていうお部屋を選んだんですけど、まあ今ちょっと夜だし曇ってもいるので、明日の朝どんな景色かちょっとお知らせします。で、なんかオーシャンビューもあったし、私はちょっとなんとなくマウンテンの方に、明日どうせ曇りだしということで、カーテンも二重についてます。ライトも可愛い。めっちゃ良くない？このホテル。このホテルめっちゃいいんですけど、こんなちょっとだけのために泊まるのもめっちゃもったいないぐらいすごくよくって、なんだろう、開放感というか、いろんな不安から解放されて、今もうね、疲れがどっときました。ちょっと無料のお水いただきます。お水3本入ってました。すごい太っ腹。なんかフロントのある1階のところにコンビニとかもあるとのことなんですけど、そうそう、
コンビニね。で買おうかなって、ちょっと小腹空いてるし、でもなんかもうね早く休みたくて、今食べたところでみたいな感じになっちゃったんで、グミはあるからそれで一旦腹ごしらえというか、ちょっと胃を落ち着けようかなっていう、今日のおやつと思って買ってたグミ。本当に疲れた。ルームサービスもある。フライドチキン、パスタ、ボドゥワイジョ、バドワイザーか、ボドワイザーね。これで9000円ぐらいか。すごくいいホテルなんだなとか言って。今日の不安が、3つぐらいありまして、ここに着くまでの不安ね。まず1つ目が Wi-Fi というか、その海外でスマホを使うアプリがあって、私UQ モバイルなんですけど、UQ とか au ユーザーの人がこうあるアプリで、事前に予約、事前じゃなくてもそれを使えば海外でそのままスマホを使えますみたいなアプリがあるんだけど、それが朝からどうやっても予約ができなくて、そのアプリの中でできるはずなんだけど予約ができなくって、でもなんかちゃんとねなってる設定とか合ってるはずだから、なんでと思って、でも行きの電車、バイト終わって行きの電車の中で、一旦アンインストールして、またインストールし直したら予約ができましたと。でそれってその何日の何時から何日の何時まで使いますっていう風に予約するんですけど、で飛行機が22時50分着、インチョンに到着予定だったんで、なんか使うってなった時にだいたい23時くらいかなと思って、23時から使えるように予約したのね。したらさ、なんか飛行機がさちょっと早く着いちゃって、22時半とかで30分ぐらいさ、なんか手持ち無沙汰なわけじゃん。いろいろその間に調べたいことあるのに、そこの30分使えねえと思って、でしかもなんか予約はしたんだけど本当に使えるか分かんなかったの。なんか朝そのアプリでなんか使えません、この設定にしてくださいみたいに出てきちゃってたから、私がなんか間違ってる、認識が間違ってて、なんかうまいこと言ってなかったらどうしようみたいな、もうなんかいやちゃんと使えるのかなみたいな、なんかそんな不安が押し寄せてきて、その不安がすごくって、でもなんかもう22時56分ぐらいからもずっとやって、でもまだ使えないみたいになって、それは時間がね早いからなんだけど、で23時になってももう一回なんかエラーみたいになっちゃって、やばい、これはやばい、ミスったかもって思い込んでて、でもう一回やり直したらうまくつながって、いやマジでよかったみたいな、もうちゃんと予約できてたと思って、でそれが1個目だったんだけど、で2個目がインチョン空港からこのホテルに来るまでに電車というかモノレールみたいなのに乗ってくるはずなんだけど、私その時間というかその最終時間、終電を調べてなくって、なんか日本と同じぐらいの感覚で勝手に23時半くらいだったらあるでしょうと思ってたんですけど、なんかどうやらなさそうで、来る時に調べて、もう今日それ知ったので、あれと思って、どうするのと思って、じゃあシャトルバスありますみたいな書いてあって、このホテルので、バスあるやんと思ったら、そのバスは今度は22時45分
が最終、確か22時半とかそれぐらいが最終で、まあどう考えても間に合わないじゃないですか。22時50分に着くんだから。ってなったら考えられるのは、まあ、タクシーしかない。で、なんかワンチャン歩けないかなとか思ったんだけど、もう歩いたら1時間半ぐらいかかるし、そもそもここの来る道暗すぎてマジ怖いし、人も誰も歩いてないから、まあ、絶対危ないんだけど、でタクシーに乗らなくてはいけなくなってしまったんですよね。だけど私タクシーって久しく乗ってないんですよ。もうホテルから呼んでもらったタクシーに乗るとか、そういうなんかちゃんとしてそうって言ったらあれですけどしか乗ってなかったんで、どうしようやばいやつだったらって思って、もその不安、それがまあ3つ目なんですけど、3つ目の不安がちゃんとしたタクシーに乗れるかとか、そのタクシーの方とのコミュニケーションちゃんと取れるかなとかめちゃ不安で、空港の出て、まあ、タクシー乗り場に行った時になんかこうキョロキョロっていうか、なんかどこかなと思って見渡してたら、その英語喋れるおじさん来てくださって、でどこ行くのみたいな、であそこあっちまで行ったらいいよみたいな、なんか乗り場このライン歩いてきなみたいに言われて、もう本当にありがとうと思って、もうそれだけでまず一安心で、その近くまで行ったら、ちょっと先歩いていったら、そのタクシーの多分案内してるカウンターみたいなのがあって、でそこにちょっと聞きに行こうと思って、そしたらどこどこネストホテルに行きたいんですけどって言ったら、その紙を書いてくれて、こんな感じで、まあ、これを見せればいいみたいな感じだと思うんですけど、でこれは4K っていう乗り場から行けばいいよみたいな感じで教えてくださって、でこの 4K の場所で待って、まあ、タクシー乗ってって感じで、一応そのタクシーの運転手の方は英語とか喋れなかったから、まあ、これ見せて、ここまで行ってくださいって言って。4つ目の不安もう1個あったわ。私現金を持ってきてなくって、で T マネーカードも今日忘れちゃってたので、 T マネーがあれば、まあそれにお金チャージして、それでタクシー代払えるんだけど、どっちも持ってきてなくて、で一応1万円だけ下ろしてきたの、空港で。なんだけど、まずこれをウォンにしなきゃいけないじゃん。でも空港のエクスチェンジってちょっと安いから、で見てみたら9万ウォンにもならないぐらいだったんで、ここでしたくないわと思って。でもまあ韓国は割とこうクレジットカードの文化あるから大丈夫だろうなと思いつつも、一応分かんないから、クレジットカードだけって私は思い込んでるだけで、本当は分かんないから、おじちゃんにそのカード OK みたいな、勉強してるというか、そうデュオリンゴでね勉強してるんですけど、でカード OK みたいな、クレジットカード OK みたいな言って、はみたいな、私の発音がまあ悪くて聞き取れなかったっぽくて、多分この機械にカード入れられるとこあるから平気なはずなんだけど、やっぱ確認しておきたくて、大丈夫かどうかをイエスかノーを言ってほしかったから、カード OK みたいな、もうしつこく聞いて、そしたらカードみたいな、 OKOK みたいな、よかったと思って、そこからもう一応そのおじちゃんがネストホテルみたいな感じでマップでこう場所が多分分からなかったっぽいからってやってたんだけど、私もなんかもう分かんないし、本当にそのホテルで合ってるよねみたいな。で私もまあ不慣れな場所だから、もうずっとこう見て、でおじちゃんの地図も見ながら、ここでいいのかなみたいな、ここで降ろされちゃったら私マジでやばいんだけどとか思いながら、なんとか到着しました。本当に良かった。まあなんとかはなると思いつつも、やっぱりなんか不安がね大きいんですよ普段慣れないことをするというか、普段は本当に電車
ばっかり乗ってて、タクシーとかバスとかになると人と関わるわけじゃないですか。で私がもたもたしてたらなんか迷惑かけちゃうみたいなのがもう苦手すぎて、できればあんまりそういうことがない電車に乗りたいんだけど、もう完全に自分が日頃乗ってる電車の時間とかその終電の感覚とかでいたから、もうないのと思って、なんか積んだって思ってました今日。朝からずっともう私今日積んでるみたいな。本当にこう昨日決めて予約して、本当ちょうど24時間前ぐらいだよ決めてるから、なんかこんなバタバタ不安があると思わず、もうちょっと時間必要だったとか思いながら、だって T マネーもウォンも忘れてるしさ、ちょっと余裕がなかったです、昨日の今日過ぎて。明日はでもちょっと韓国で初エアビーに泊まるんですけど、多分その大丈夫そうって言ったら変だけど、そのホストの方もいい方そうな感じだったんだけど、場所のちょっと不安と、あとはそうエアビー結構久々に泊まるんで、なんかそのなんていうんだ、使う時のね注意書きとかあったりするから、それがちょっと気使うところではあるんですけど、ここのホテルなんかめっちゃ広そうなのね。なんか公園みたいなのがあるっぽくって、それにちょっとね行ってみたいんですよね。明日天気がちょっとあんまり良くないかもしれないけど、ちょっと広そうだったんで、ちょっといろいろ探検をしていきたいんですよね。なんかプール、なんかインフィニティプールとかもあるようないい感じのホテルではあるんですけど、あとフィットネスがあったりスパがあったりとか。でもそんな私楽しめる余裕がないかもしれません今日は。この時間なんで。もったいない、マジでもったいない、マジでもったいないちょっと次回は昼から来よう多分明日はちょっと早く起きたとしても、もうスパとかフィットネスとかに行く余裕は絶対にないんで、せいぜい公園的なところを回ってが精一杯なんじゃないかなっていう感じで、明日ちょっと明るい時にいろいろ撮ったり、探検してみたいなと思います。こういうハプニングがあってこそ楽しいっていう感覚でもあるし、なんか本当に私は気が気じゃないんですよ。こっちは気が気じゃないんだけど、なんか経験としてはいい経験になるのかなと思ったり思わなかったり。今さ、下のさこの引き出し開いたらこういうポストカードとか入ってました。これって使っていいやつなの？持って帰るやつなの？なんかしばらくあんまり入れ替えてないっぽいんで、ちょっと使用感というかありますけど、お風呂に入ってきます。今日はなんかめっちゃ天気良くて暑そうです。もうあそこ多分駅で空港からつながってる電車の多分駅だと思います。違うのかな、ちょっと曖昧です。これからあと1時間半しかないので支度して出ます。ベッドがすごい大きくて2人余裕で寝れます。私はもうここ固定にしちゃってたんだけど、全然2人いけるサイズのベッドでした。
メイクしてまいる。今9時40分ぐらいだったので、10分ぐらいでメイクしてちょっとのんびりできるかなという感じです。私下地持ってきてないんだけど、やべ、下地忘れてるんですけど、朝使って置いてきちゃった。おい、マジか仕方ない。昨日ちょっと夜寝る前に行きたいところをリストアップしてて、なんかちょっと古着屋さんと気になったカフェとか行こうかなと。今日多分明日明後日は雨っぽくて気温も寒そうだから、買い物系をなるべく今日中に済ませて、あと今日の目標は韓国発祥のハンバーガーマムズタッチっていうのがあるんですけども、それに行きたいなと思って、日本だと渋谷にねあるんですけど、渋谷までなかなか、行かないから食べてなくて、最近韓国にはいっぱいあるから行きたいなと。なんか韓国人の方ってさ、あんまりアイラインしないのかな。メイクしてると日本人ってわかるって聞いたことあるんだけど、メイクしてるとっていうか、その仕方なのか。でそれの日本人っぽいなっていう判断基準がアイラインかなとか思ったことあって、なんかアイラインしてると日本人っぽいのかな。だからあんまり韓国人してる感じしないなとは思ったことあるんだけど、どうでしょうか。さあメイクが終わって着替えて、もう出る準備です。後ほどもう出ます。ありがとうございました。ちょっとバスがあるので、シャトルバスがちょっと短い滞在でしたが、また来ます。相変わらず廊下が暗い。海がすぐに見えるパークでした。今日は夏のように暖かいですけど、こっちの方ちょっと風が強いです。これから食べるものを探しに行きます。
月末です。12時過ぎのバスに乗れます。エアビーで荷物を預けて、これからちょっと買い物しに行きます。すごいエアビー、韓国でエアビー使ったの初めてだからちょっとドキドキです。ちょっと夜たどり着けるか心配ですけど、普段通らない場所で来てますと両替しないといけないので探してます。両替がやっとできて、これから電車に乗ってウルチロサムガに向かいます。今11時過ぎぐらいです。明日はエアビーに泊まるんですけど、同じアパートの中に3部屋あって、3人ぐらい泊まれるというようなエアビーでした。1部屋なんだけど、共有のキッチンとかバスルームは同じで、だから同じ空間にはいて、ドア挟んで壁挟んで誰かいるみたいな感じでして、口コミとかにも注意書きでもなんかこう音が結構聞こえますみたいな書いてあって、どんなもんかと思って予約はしたんですけど、結構聞こえるなっていう結構壁が薄い感じ。でもそんな大きい部屋じゃないから聞こえです。ちょっと声ちっちゃくしてますけど、
今日はちょっと移動日だったのもあって、ちょっとハードな一日でした。このエアビーの最寄りがワンシムニ駅っていうとこなんですけど、初めて降りたの。15年ぐらい韓国来てるけど、初めて降りて、もうどこに何があるかも分かんないし、でミョンドンとかトンデムンだったら両替できるところいっぱいあるんだけど、この辺なくって、で2時間ぐらい探して、銀行でできるっていうことを知ってすぐに行けたっていうねそんなに時間かけなくても両替できたのに、そんなこともあり疲れた一日でした。明日はアイドルのポップアップが始まるので、それがメインですね。ちょっと疲れましたので、のんびりしたいなと思います。今日は3日目で、これからご飯食べてポップアップに向かいます。ワンシムニは結構駅が大きい感じで、出口も一個一個遠いです。さっき LINE フレンチのポップアップ行ったら、なんか予約しないといけなかったみたいで、知らなくて予約のなんかやつがあったから予約したら、なんか500何番とかでなんか待ち時間40何時間みたいなの書いてあって、ちょっとやばくねみたいになって今ちょっとフォトイズムに逃げてきたんですけど、40何時間って明日の朝帰るのに韓国いないんですけどと思って、ちょっと今焦ってるところです。今日中に入れんのかな。で入れなかったとしたらマジで今日来た意味なくて、今日っていうか今回ちょっとどうしようっていう様子見たいと思います。잘 들고 계신 데는 어디예요?
うやくエアビーの近くまで来ました。雨が降ってます。ご飯もちゃんと食べれて、ちょっと疲れすぎて明日も朝早いから早めに寝る予定です。こんばんは。とりあえず疲れました。今日は特に何もしてないんですよ。ポップアップ行った以外。ポップアップが12時からだったんで、12時ぐらいに審査に行こうと思って家を出て、ちょっとカフェで朝ごはん食べてお店の前に行ったら、すごい並んでたんですよね。で、並んでるだけかと思いきや予約が必要ってことになり、でやべえと思って、急いで予約したら、すでに500人ぐらいの人が待ってましたと。目安の時間が書いてあったんですけど、それが最初41時間って書いてあったんですよ。41時間、朝ってその時間を鵜呑みにしてて、でも変に動いてもよく分かんなくて、システムがすごく早く案内されて早く入れるかもしれないし、本当に41時間なのかもしれないし、もう全く分かんなくて、その辺で待ってたわけですよ。もう一人だったし結構きついなと思って、諦めようかなみたいな。聞きたいことあって、この予約について聞きたいことあったから、隣にドイツ人の女の子がいて、その子も一人でこれってどうなんですかねみたいな話しかけてみて、こうじゃないみたいな、そうですよねみたいになって、ちょっと仲良くなって、番号もしかも近かったのだから、もう同じぐらいのタイミングで入れるかもみたいになったから、2人で待って、で12時ぐらいから待ってるから、最終的に入れたの6時ぐらいだったの。6時間待ち6時間待ちしました。もうずっとその辺に座って、もう2人ともシステムが分かんないから、動いたら怖いみたいになって、途中クッキー買いに行ったりトイレ行ったりとかしながら6時間ぐらい待って、6時ぐらいに入れて、推しがそれぞれ違ったから、で欲しいのは2人ともカードだけなんですよ。いっぱい欲しいんじゃなくて、カードだけ欲しくて、そのために6時間待ったんだけどで交換して、フォトブース行って写真撮って、疲れたけどすごい楽しくて、本当に疲れた後楽しかったの本当に。体力はマジで暇疲れと、ずっと座ってたっていう疲れと、で帰りは疲れすぎて電車を逆方向に乗っちゃってみたいな、余計に体力使ってっていう、もうとにかく一人だったら6時間絶対に待たないぐらいだったんで、もう諦めようって思ってたし、だから本当に彼女がいてよかったなと思って、本当に彼女がいなかったらもう私はポップアップを諦めてるところだったと思います。本当にありがとうっていう今回はちょっとハプニングがあってとか、ハプニングとかトラブルっていうか、そういうちょっとマイナスなことがあった後にすごくプラスなことがある旅で、例えば、今日で言うとその6時間待たなきゃいけなかったけど、そのドイツ人の女の子と仲良くなれたっていうのがすごい良かったし、
まあ昨日で言ったらちょっとちっちゃいことですけど、両替しに行こうと思った道にマムズタッチがあって、で結果的に両替そこでできなかったんだけど、ずっと食べたかったマムズタッチが食べれたの。もうそれもすごい良かったことだし、昨日そのティーマネーも現金もなくて、ひたすらこう歩き回って、銀行で両替できたんだけど、初めての銀行で両替も経験になりましたし、ティーマネーカードを探そうと思ってアートブックスっていうコンデイックティーマネーカードあったんだけど、柄が好みじゃなくて、でもしょうがないからこれ買うしかないわと思ったら、キティちゃんのティーマネーキーホルダーを見つけて、しかもちょうどラス1、しかもキティちゃん、ラッキー以外の何者でもないと思って、コンデに行くまでにも20分ぐらい歩いて足が痛いのにっていうちょっとマイナスなとこからキティちゃんゲット。マイナスな経験をした後にプラスな出来事が発生してたんで、今回はそういう旅だったのかなと、それもいい思い出だったなっていう。もう明日、もうあと何時間、9時間後ぐらいにはエアビーを出る予定なので、ゆっくり休んで明日に備えたいと思います。じゃあおやすみなさい。空港に行きます。ターミナル間違えて、これから第2ターミナル向かいます。